はい、こんにちは、梅野です。本日は F 値 1.8 絞りで写真を撮っていきたいと思います。はい、でこの開放 F 値 1.8 絞りだと、背景がもちろんボケるんですけれども、まずピントの位置とかにも気をつけないかんことと、あとワンパターンな写真になりやすいですので、その辺も気をつけて撮っていきたいと思います。はい、1枚目はこのオレンジのお花を撮っていきます。今ここのお花に木漏れ日が当たってまして、お花全体が明るいんじゃなくて一部の花びらだけが明るくて綺麗なので、ここのお花にピント合わせで撮っていきます。でカメラはですね、これちょっと斜めから構えまして、でピント合わせるのはこのお花の中でもこの花粉がなんかこうあるところ、名前忘れちゃったんですけど、ここにピント合わせで撮っていきます。で F1.8 縛りなので、こことこっちの花びらはどうしてもボケてはしまうんですけれども、お花のど真ん中にピントを合わせていれば、何を撮りたいのかがボケることはないです。で角度的にはこんな感じで狙っていきまして、でここにピント合わせて、でこの辺はボケます。こっちに草があるんですけど、草は今光が当たってまして F1.8 でぼかすことで、この辺は玉ボケになると思います。3分割の右下の交差点にここのお花を配置して撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。 F 値は 1.8 になってます。この場合でシャッタースピードは5000分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。で露出はプラマイゼロの白飛びしないようにハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の右下の交差点にメインのお花を配置しまして、ピントはお花の中のこの花粉とかがついているところ、めしべおしべっていうんですかね、この辺にピントを合わせて撮っています。で斜めの角度から撮っているのと、お花をこう右下からこう伸びてきてあるような位置に配置して撮りました。で画面の左側は先ほど見た草ですね。草が光で反射して玉ボケになってますので、綺麗な写真になったんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。まっすぐ、こう撮りたいんですけど F1.8 絞りなのでピントが合いにくいので、ちょっと斜めに構えまして、手前の方はボケさせつつ、奥に階段がありますので階段にピント合わせて撮っていきます。横構図で撮ってしまうといらないところが入りますので、ここ縦構図で切り取って撮りたいとこだけを選んで撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。 F 値は 1.8 でシャッタースピードは、5000分の1秒出てますので ISO感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。後ろの建物とか空とかは写したくなかったので縦構図を使いまして、この通路をですね、道の部分をメインで入れてみました。でピントは階段のところに合わせてますので、手前の植物とかは全部ボケて、奥に行くほどにグラデーションでピントが合っていくような写真になってます。で 50mm でパースとかは聞きにくいんですけれども、道のラインを入れてあげるのとボケ感を足してあげるので奥行き感を表現できたと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきたいと思います。ピンクのお花と青いお花と、で背景のところに黄色いお花と、でこの草の緑といろんな色が入って綺麗なので、ここを撮っていきたいと思います。で配置としてはちょうどこのピンクとピンクが左右にありますので、これをシンメトリー構図にしまして、こう真ん中で区切って左右大体同じ場所に配置していきます。でピントを合わせるのはこの青いお花のこっち側、手前側にピントを合わせて撮っていきます。逆光の光になってるんですけれども、逆光なのでこの辺は光がちゃんと当たって、手前のこの草の部分は日陰になってますので、これを強調して撮っていきたいです。なのでハイライト重点速攻を使うことで、暗いところはより暗くなって、で明るいところは適正露出になりますので、この辺が明るくて周りが暗くなるような写真が撮れるんじゃないかと思いますので、その設定で撮っていきましょう。
はい、カメラ設定していきます。F 値は 1.8、シャッタースピードは5000分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。で露出はプラマイ0でハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。真ん中で区切ってピンクのお花をシンメトリーな配置にして撮ってみました。でピントはこの青いお花のところにピントを合わせてまして、その周りのところとか奥行き感もボケて写っています。でハイライト重点速攻を使ったことで真ん中のところが明るくて、周りの日陰になっているところはより暗くなりまして、中央に目線を集中させるような写真になったんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきたいと思います。ここのピンクのお花にピント合わせて、背景にこの草があるんですけれども、これをちょっとラインとして使っていきたいと思います。はじめはちょっとこっちにも同じ花があるんですけど、そこをちょっと地べたにカメラ構えて撮ってたりしてたんですけども、ここのラインを生かすことで、もっと綺麗に撮れるような写真がありましたので撮っていきたいと思います。でちょっとこう描いて曲がってる草になりますので、滝みたいな水の流れみたいにも見えますし、線がこのお花に向かってきてますので目線誘導の、効果も出てくれたらいいかなと思います。で3分割の、下ぐらいに左下ぐらいにこのお花を配置して、それ以外の部分はこの草の光ってるラインを入れて撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は 1.8 でシャッタースピードは1600分の1秒出てます。なので ISO 感度は100で OK です。露出はプラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントはこの紫のお花に合わせてまして、で背景のところの草がですね、光が当たっててこのラインもしっかり出てますので、これのラインが綺麗なのと、ラインの根元が向かっていく先にピント合わせたお花がありますので、視線誘導みたいな効果もありつつ印象的な背景になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここの黄色のお花とこっちのちょっと淡い緑の草かな、草を撮っていきます。で手前にクモの巣があるんですけど、F1.8 で撮っていきますので、このクモの巣はもうボケてわからなくなると思います。でハイアングルから撮っていくことと、で微妙に木漏れ日が当たってますので、そこをハイライト重点速攻とか露出値を変えることで、ハイアングルの効果と明暗差の効果で立体感のある写真を撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は 1.8 のシャッタースピードは3200分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。で明暗差を出したいのでハイライト重点速攻を使っていくのと、露出をマイナス 0.7 に下げて明暗差を出して立体感のある写真にしていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。メインのオレンジ色のお花のところは3分割の右上の交差点に配置して、ちょっと淡い緑の草っぽいやつも左下の交差点に配置して撮っています。でハイアングルが撮ったことと露出の明暗差を使ったことで奥行き感と立体感のある写真になったかと思います。で使っているレンズはもう今2万円ぐらいのレンズですけれども、明暗差を出すことで透明感とかシャープさがより際立ったんじゃないかなと思います。はい、本日は F1.8 絞りで写真を撮ってみました。結構カメラ初心者の方の場合は、僕もそうでしたけども F1.8 絞りで撮ってしまうと、ワンパターンな写真になりやすいんですけれども、今回は頑張っていろんなバリエーションの写真を撮ってみましたので、普段写真がちょっとマンネリ化してるとか同じ写真ばっかりしか撮れないっていう方はですね、ぜひ今回の撮り方を真似してみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。